こんにちは。セガの奥成です。今日は、皆さんとセガのコンシューマーソフトについて勉強したいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、今日は時間がないので、ピンポイントでみんなが大好きなセガの1994年ぐらいの時代について、教えます。ここは歴史でも決して忘れてはいけないターニングポイントだ。最初にまず時代背景をみんなに教えておこう。80年代に始まったゲーム機の、家庭用ゲーム機戦争なんですけど、83年から始まって、特にこの90年前期っていうのが、間違いなくセガの時代だったと仮定しています。まずですね、ここの時代ですけど、セガの、ハード5代目のメガドライブは、91年、ここでソニックが発売されます。このソニックの発売とともに瞬く間に北米欧州を席巻。もうこう世界地図があったとしたら、もうここもここもここもみんなセガ。ゲームセンターは92年のここも書かなきゃいけないね。92年、バーチャレーシングで、93年バーチャファイター。これで 3D ゲームをどんどん出して空前の大ヒット。セガがもうどんどん勢力を拡大していった。これが90年の前半です。しかしこの時まだ、セガが唯一なせなかったのが日本の家庭用ゲーム機市場。日本での勝利、それこそがセガの悲願。そしてやってきた94年にはこの悲願を達成するべく6代目のセガハードを開発しました。これがセガサターンです。この次世代機はメガドライブを大幅に上回るスペックでライバルたちを圧倒する高性能を手に入れた。でもソフトがなければただの箱。その性能に見合ったソフトを揃えて初めて星は輝きます。ここを注目しながら、いろいろ勉強したいと思います。ソフトとしてはまずもうね、バーチャファイターとかデイトナとか、こういうゲームがですね、どんどん移植が発表されて、もうこれだけでキラータイトルが2本あるわけなんですけど、あらゆる人たちにあらゆるジャンルのキラータイトルを作ろうとセガは考えたんだ。で、ここで当時のテレビゲームのジャンルを書き出してみよう。アクション、シューティング、ロープレイ、アドベンチャー、シミュレーション、レースゲーム、スポーツ、これが全部揃ってるのが E ハード、セガサターン。日本製版のために全てのジャンルに代表作を作る。しかもタイムリミットは1年以内。もちろん全て自分たちでこれを作る。この無茶な挑戦こそがセガの真骨頂だよ。しかもこの時セガはすでにハードがたくさんあった。メガドライブ、ゲームギア、メガ CD、もう一つの新ハード、スーパー 32X。もうこんなに4つもハードがある。つまり戦線が拡大してきて補給がもう大変だったわけで、しかもハードの性能がアップするっていうことは、このハードをすぐに使いこなせる腕利きの開発者が必要だっていうことになってる。じゃあこの問題をセガがどう解決したか。セガはコンシューマーとアーケードと2本柱だったんだけど、このアーケードを作ってるスタッフを家庭用部門に集めてゲームを作ろうということになった。つまりメガドライブのゲームを作ってる人、ゲームギアを作ってる人はある程度残して、サターンにはアーケードのメンバーを増員することによって開発の抜本的な拡大と強化を目指したんだね。そしてあらゆるゲームを開発したわけだ。さっき書いたこのジャンルに照らし合わせて当時開発したタイトルをみんなと一緒に埋めていこう。ただそれだけだと面白くないので、今日は、当時開発ですね、社内向けにあったコードネームも教えておきます。サターンが星の名前をコードネームにしたように、ソフトはですね、実は星座の名前を付けてたんですね。これはあまり知らないかもしれないっていうか習わない。だからここでみんなで覚えます。さあ、じゃあ進めます。まずアクション、当時の花形ジャンルです。アクションといえばソニックなんだけども、ソニックはこの時メガドライブ向けに新作を作っていたので、セガサターン向けに新しいキャラクターを創造する必要があった。それがクロックワークナイト、ペパルーチョの大冒険。
横スクロールアクションで主人公はヒゲおやじ。そして、舞台はおもちゃの世界でおもちゃが大活躍するということで、トイ・ストーリーに1年先駆けている。ピクサーの人ももしかしたら見てたかもしれないね。クロックワークナイトのコードネームはエパス、極楽鳥の風潮座。新忍び伝は魚舎座のアリガ。汽水晶伝説アスタルはケンタウルス座のセントーラス。じゃあこれをこちらに貼ってみましょう。ババーン。バーチャファイターもここ。はい、続いてシューティングです。ここはサターンを代表するヒット作になった、もうここは誰でも分かると思うんだけど、パンツァードラグーン。最近リメイク作とか VR が、VR バージョンもですね発表されたりしたんで、みんなも知ってると思います。ドラゴンに乗って敵を撃ち落とす爽快感いっぱいのゲーム。コードネーム、これは多分みんな知ってると思うんだけど、ここが書き間違えちゃったぞ。あ、消えない、もういい。アンドロメダ。コードネームがチームの名前になったっていう、珍しい例なんだけども、もうセガサターンと同じで、通り名が社内で浸透してチームアンドロメダと呼ぶようになりました。でこのゲームのジャンルは、ドラゴンに乗って敵を撃ち落とすドラマティック、字が汚いのはしょうがない、ドラマティックシューティング、桜大戦はドラマチックアドベンチャー。気をつけようね。ウィングアームズ、こんなゲームもあった。これは第二次世界大戦の戦闘機で戦える 3D シューティング。これのコードネームはアンタレス、サソリ座だね。これね、あまりにもアンタレスって名前がかっこよすぎて、アンタレスってそのまま書いてあるパンフレットがあって、これ間違ってかっこよすぎて公開しちゃったっていう、パンフレット作った人は結構怒られたっていう話です。はい、じゃあこちらも貼っていきます。パンツァードラグーン、ウィングアームス。はい、次はロープレだ。セガの人気ロープレといえばファンタシースター。ファンタシースターのメンバーが中心になって、さらに人気アニメを組み合わせることによって2つのゲームを開発しました。それがこの2本、デルフィナス、マジックナイト、レイヤース、クランプのアニメをゲーム化しました。そしてブルーシード、櫛灘広九伝、これはカメレオンと呼ばれてます。この2本は、アニメのゲーム化ということで、この後ですね、新世紀エヴァンゲリオンなんかのゲームもヒットしたんだけども、こういうゲームが出たことによってエヴァンゲリオンのヒットも続くんですね。ロープレイはまだこれだけじゃありません。シャイニングフォースでも定番となったシミュレーションロープレイ、リグロードサーガシリーズも2作出ました。こちらのコードネームはトカゲ座のラセルタ。そしてもう1本 3DRPG ウニ点々のバーチャルハイドライド。こちらはカニ座のキャンサーがコードネームです。というわけでレイヤース、ブルーシード、リグロードサーガ、バーチャルハイドライド。続いてアドベンチャーゲームもかなりたくさん作られたんだけど、中でも本体と同時発売になった記念タイトルがこれも有名だね。ワンチャイって書いてあります。ワンチャイコネクション、こちらはコードネームシグナス。本体と同時発売のソフト。そしてこのシナリオ、身を尽くし独眼竜政宗を手掛けた巨匠ジェームス・ミキ。ジェームス・ミキが唯一ゲームのシナリオを手掛けたゲームというのがこのワンチャイコネクション。アドベンチャーゲームっていうのはその後も数あるけど、これ以上のシナリオライターを起用したゲームは他にないんじゃないかなと思います。はい、続いてこれも有名だね。新説夢見館、扉の奥に誰かが。そしてもう一本、映画とタイアップした乱歩。コードネームはコロンバだ。乱歩は香川照之さんが探偵助手として主人公と一緒について事件を解決していくんだけど、香川さんは犯人ではありません。ここは大丈夫、間違えないでね。
さらに貼っていくワンチャイコネクション、新設弓矢方乱歩。次はシミュレーションです。シムシティ2000、龍座のドラコ、そしてゴータ、イスマリア戦役、こちらはシリーズ3本サターンで出ました。ここはペガサス座のペガサス、結構かっこよすぎるような気もします。そしてもう一本、これが多分決定版だったかもしれませんが、ワールドアドバンスド大戦略、待ちに待っていたアドバンス大戦略の続編です。こちらがお羊座のアリエス。ウォーシミュレーション、こちらに貼ります。シムシティ、ゴータ、大戦略、どんどん埋まってきた。さあどんどんいくよ。続いてレースゲーム、ここはもうデイトナ優勢があるんだけど、これだけじゃ足りないっていうことでゲイルレーサー、名前が似てるので間違えそう。グランチェイサー、この2本を作ったアクレリアスがゲイルレーサー、カシオペアがグランチェイサー。ゲイルレーサー、グランチェイサー、名前が似ているんだけれども、こちらは全然違います。ゲイルレーサーはラッドモビールというアーケードゲームの移植です。グランチェイサーはシドミード、SF の巨匠シドミードがデザインをしたというところで話題になった SF レースゲームです。じゃあこちらを貼ってみます。ゲイルレーサーにグランチェイサーにデイトナ。次はスポーツです。スポーツは、まずビクトリーゴール、これはみんな知ってるんじゃないかな。こちらはJ リーグ、まだデビュー間もない J リーグの選手の実名データを使用したサッカーゲームです。そして完全中継プロ野球グレイテストナイン、ビクトリーゴールが鷲座のアクイラ、グレイテストナインが祭壇座のアラ、そしてグレイテストナインは何だったかな、なんと方言付きの実況だった。なぜか博多弁とかいろんな地方の実況を方言付きで楽しむことができたという意味で言うと、野球ゲームで多分世界で唯一だと思います。そしてスポーツはもう一個あった。ゴルフゲーム、ペブルビーチゴルフリンクススタウドラーに挑戦。これは T&E ソフトのゴルフゲームです。コードネームは彫刻グザのカニスメジャー、僕も初めて聞きました。さてこちらを貼っていきます。ビクトリーゴール、グレイテストナイン、ペブルビーチ。一社でこれだけのジャンルとタイトルを作っていくって今では絶対考えられないかもしれないんだけど、セガは SG1000 でもマーク3でもメガドライブでもずっとこれをやってきた。ハードをヒットさせるためにはソフトが大事。ソフトがなければただの箱。戦いに勝つためには何だってやる。それがセガ。ではまとめに入ります。星座こうなります。ゲーム業界だけじゃなくて宇宙もセガで埋め尽くされたね。このイメージを目に焼き付けておいてください。さてもうセガ最強の布陣で臨んだセガサターンは95年の春にライバルに先駆けて100万台を突破。そして95年年末にバーチャファイター2が発売されました。これで販売台数もライバルに大きく差を開けて、ついにセガは32ビット市場で日本一を勝ち取ることができたんです。ということだよね。はい、では受験生の皆さんまとめです。ここまで一生懸命勉強してきましたこの製図ですけども、これを丸暗記する必要はありません。そういうのが一番もったいない。ゲームは知識だけじゃない。体が覚えているプレイの記憶なんです。ですから共通テストまでとにかくゲームをたくさんプレイしましょう。プレイ時間は裏切りません。
それがセガだよ。